事務所と戦い続けるソヨン姉さん。失敗したら私が全て責任を負うと単価を切ったり、パワーポイントを作って事務所を説得。事務所の圧力に負けずにヒット曲を出し続けるカリスマリーダーの苦悩に迫る。アイドルは8日、セブンスミニアルバム「アイスウェイ」をリリースしました。アイドルのカムバックは1月にリリースしたセカンドフルアルバム「2」以来6ヶ月ぶりです。タイトル曲の「クラクション」は爽やかなメロディーとフラダンスのような振り付けで、この暑苦しい夏を涼ませてくれるような楽曲。まずみんなの美女が良すぎる。ブギちゃんの黒髪とミンニのふわふわパーマ、そしてソヨン姉さんのオレンジ髪、最高です。メンバー自ら楽曲やダンスを創作するセルフプロデュースグループといえばセブンティーンやストレイキッズがいますが、ガールズグループでは珍しいアイドルもその一つ。その根幹にいる天才プロデューサーのソヨン。今回も素敵な楽曲を届けてくれましたが、実はソヨンは楽曲を生み出す過程で事務所とたくさん戦ってきたのだとか。今回はそんなソヨンの格闘の歴史を振り返っていきます。あの時は大変だったよ。アイドルのソヨンは I am on the beat でモンスター X の I am とのインタビューでこのように心の声を漏らしていました。グループのヘッドプロデューサーとして苦悩もたくさんあったようです。特に所属事務所のキューブエンターテインメントとバチバチに揉めたんだとか。ソヨン姉さんの作った曲を良くないと言って却下された記憶もあるそうです。あんなにサイ&コーなソヨン姉さんの曲を却下するなんて、一体何を考えているんでしょうか。諦めずに自分の意志を貫き通したソヨン姉さんに感謝です。アイドルのカリスマリーダー、ソヨン姉さんを待ち受けていた事件とは一体。事の発端は、事務所が何度もソヨン姉さんの作った曲を良くないと言って他の人に曲を作らせようとしたことでした。特に2020年のタイトル曲「ドンディドンディ」では事務所の圧力がさらに強かったようです。他の人の曲を使う羽目になりそうだったことが何度もありました。私が一生懸命作ったのにもかかわらず、事務所側が「ドンディドンディ」は良くないと言ってきたんです。他の人に曲を頼もうとも言っていました。ソヨン姉さん曰く、事務所が本当に非協力的で何度も反抗したんだとか。ドンディドンディに対する思いや売れるといった自信から事務所と一生懸命戦ったと回答していました。私もソヨン姉さんが作ったドンディドンディを聞きましたが、こんなにかっこよくアイドルのイメージにぴったりな曲を他に誰が作れるんでしょう。いいえ、誰も作れません。事務所に負けずに曲をリリースしてくれて本当にありがとう。失敗したら私が全て責任を負う。どうしても事務所からドンディドンディは使えない、良くないと言われたことが悔しかったソヨン姉さん。事務所に単価を切ります。抵抗し続けていたら事務所の全員がドンディドンディは使えないと言ってきたんです。悔しくて、この曲は絶対成功するから失敗したら私が全て責任を負うと言ったんです。しびれませんか。この姉子っぷり。ソヨン姉さんに一生ついていきます。事務所に負けずにドンディドンディは売れると抵抗し続けたソヨン姉さん。もちろん本当に売れるかどうか不安もあったと思います。しかし売れないと否定し続けた事務所を実力で圧倒させます。ソヨン姉さんの予想通りドンディドンディは大成功。当時のアイドルにとってベストセラー曲の一つとなる結果に、シングルアルバムの初動売上は94,587枚。ガオンアルバムチャートとガオンリテールアルバムチャートで2位にランクインしました。ドンディドンディをリリースすると、当時の楽曲の中ではこれが一番良かったんです。そのおかげで事務所との戦いは終わりました。事務所に負けずに戦い続けて本当に良かったですね。ソヨン姉さんの音楽に対する熱い思いや圧力にも屈しない強い心が最高です。ソヨン本当にすごいな。今回だけじゃなくデビュー曲からずっとこれだからね。事務所に反対されても自分の意見を押し切って最終的に大ヒットするのかっこいい。ソヨンレベルの行動力がないと活躍するのは難しそうな会社だね。予算を2倍に上げてやりましたよ。実はソヨン姉さんと事務所の戦いはこれだけではありません。どんだけ事務所と戦っているんだソヨン姉さん。メンバーのスジンが脱退後初めてリリースされたトムボーイでも戦います。トムボーイの予算はもともとこれだけと決まっていたんです。ですが私たちが再始動するタイミングなのにこれじゃダメだと言って予算を2倍に上げてやりましたよ。こんなリーダーがアイドルにいてくれて本当にありがとう。所属するグループが再始動するにもかかわらず低予算で済まそうとする事務所も悲しいですが、予算まで上げてしまうとは
ソヨン姉さんのかっこいいエピソードが止まりませんね。パワーポイントまで作って説得した事務所とソヨン姉さんの戦いはまだまだ止まりません。トムボーイに続く新曲ヌードについても事務所から反対の声が上がります。感情や情欲を煽る内容だと事務所から反対が激しかったんです。私はいやらしい言葉だとは思わなかった。私たちはヌードで生まれたんだから本当の姿を考えて書いたのに。でも会社に持っていくとそういう反応が出たんです。パワーポイントまで作って説得しましたよ。さすがにパワーポイントまで作って説得するところは会社員かとツッコミを入れたくなりました。ですがそれほどまでしないと事務所にダメだと却下されそうになったのかもしれませんね。諦めずに議論してくれてありがとうソヨン姉さん。これからも素晴らしい曲を世の中に出し続けてください。パワーポイントで説得して実現させたソヨンすごいし、ヒットしてるから会社の人も何も言えないね。所属アイドルが自発的に持ってきて納得したものは世に出させてくれる事務所の対応も柔軟でいいね。事務所から却下されたにもかかわらずまたも実力でねじ伏せるソヨン姉さん。ヌードとトムボーイは韓国主要チャートで同時1位を獲得するパーフェクトオールキルを達成しました。事務所の反対を押し切ってまで曲出してこれだけの結果残せるとか超かっこいい。自作ドルってやっぱ最強よね。事務所がほぼ関わってないから自分たちのコンセプトを貫いていける。ナムジャはスキズやセブチ、ヨジャはドゥルがいい例。ソヨンが社長になった方がうまくいくんじゃない？めっちゃ有能そうだし。今回は事務所の圧力や否定にも負けずに強く戦い続けるソヨン姉さんについてご紹介いたしました。私もソヨン姉さんの作る曲が大好きなので、これからもソヨン姉さんの思うように曲を作り続けてほしいなと思います。負けるな、ソヨン姉さん。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。